ガイドさんと合流してから10時間くらいかな。ついに到着しました。地獄の結構暑い。これ気温が暑いんじゃなくて炎が熱い。サルーンちょっと怯えちゃったか、ごめんね。周りは本当に何もありませんね。サロームミロクです。朝からツアーの車でトルクメニスタンとの国境まで向かってます。しばらくネットには繋がらなくなりますので、今のうちに帰ってきた時の eSIM 買っときます。なんか門が見えますね。ここ国境かな。じゃあこれから歩いて国境を越えます。ここまでがウズベキスタンで、国境の向こうがトルクメニスタンです。トルクメニスタンついに入りました。何にもね。今車に乗せてもらって遺跡に向かってます。だいたい 1,2 時間くらい。この辺りは農業が盛んな町みたいですね。綿花とか小麦とかたくさん畑がありました。遺跡に行く前にこのレストランで食事をします。ランチ。トルクメニスタンの国境からだいたい1時間半くらいですかね。めちゃくちゃお腹すいた。まずスープ来ましたね。これなんだ、ショルポみたいなやつ。めっちゃ美味しそう。これいつもの定番のキュウリとトマトのサラダとパン。いただきます。スープ。美味しい。めちゃくちゃ大きな肉だ。スイージーよし、マンティーとサワークリームヨーグルトみたいなやつきました。うわー美味しそう。いただきます。肉がみっちり入ってめちゃくちゃ美味しい。このマンティー中央アジアナンバー1です。最高。デザートにケーキまでいただきました。さっきのマンティー意外とボリュームあってもうお腹いっぱいです。これ何のケーキでしょうね。砂のケーキかな。思ったよりしっとりしてる。なんか表面ちょっとザラザラしててちょっと砂っぽいけどしっとりしてて甘さ控えめでめっちゃ食べやすいの。これなんかこの地域の、名物牛乳で出したお茶らしいです。とってもミルクティーみたいな感じですね。そんなに牛乳の味はしないですね。たまになんかね、なんかチーズみたいなの入ってるんだよな。入ってないか。なんかが入ってますね。口に当たります。ごちそうさまでした。ツアーの途中で立ち寄るレストランだと思ったけどめちゃくちゃ美味しかったです。じゃあこの後遺跡に行きます。バザールみたいですね。ちょうど今朝のバザール終わって人が少なくなっちゃったけど、遺跡着きました。遺跡を撮影するためにはお金が必要みたいです。4ドル。ここがクフニャウルゲンチの遺跡。この地域はクフニャウルゲンチと呼ばれていて、昔のウルゲンチという意味みたいですね。大きな扉だ。かっこいい。何度も見たメドレスみたいな。うわ、なんか天井すごいことになってる。かっこいい。うわすごい。中めちゃくちゃ広いですね。天井がこんなに高い。いいね。続いては高さ60メートルのミナレットですって。めちゃくちゃでかいね。すごいね。クフニャウルゲンチ。ここら辺だいぶ世界遺産に登録されてるみたいですね。こちらもお墓みたいですね。ホレイズムシャオク、王国のさっきのミナレットのところにモスクはなかったんですけど、やっぱり歴史学者さん的にはミナレットとモスクはセットだから隣にあるはずだっていうので今研究が進められてるみたいですね。
ちょっと風が強くて音は聞こえないかもしれないけど、これが王様の廟です。さっきのは息子の廟でしたけども、こちらがホレズムシャ王国の王様のお墓ということでした。中に棺とかありますね。ここら辺一帯はいろんな建物が昔はあったらしいんですけど、モンゴルとの13世紀かな、モンゴルとの戦争によってほとんどの建物が壊されてしまったみたいです。ドライバーさんがペプシ買ってくれました。やったぜ。羊の大群だ。かわいいね。途中の売店でトイレ休憩です。周りは本当に何もありませんね。こっから地獄のままでまだ 2,3 時間あるみたいです。車は相変わらず揺れます。あとちょっと。砂漠にラクダがいました。トルクメニスタンは国土の 80% が砂漠みたいですから、ラクダは貴重な動物ですね。ラクダが食べてるのはこのキャメルグラスという草みたいですね。これもうトゲみたいになっててめっちゃ痛いけど食べれるんだ。すごいね。ガイドさんと合流してから10時間くらいかな。ついに到着しました。地獄の結構暑い。これ気温が暑いんじゃなくて炎が熱い。もうここ柵とかないので、落ちたら本当に地獄に行ってしまいます。この炎は天然ガスを採掘しようとしてからもう5年間ずっと燃え続けてるみたいですね。晩ご飯までまだ時間がありますんで、一旦夕日を見に行きましょうか。夕日を撮ろうと思って山の上に登ったらめちゃくちゃ風が強い。この尖ってるところに行くと、あっちあんまよく見えないわそうでもなかった。この先端あんまりよく見えないかな。うわやっぱ熱い。焦げそう。さあでは晩ご飯を食べに一旦ホテル、今日の泊まる場所はユルト。ちょっとずつ肌寒くなってきた気がする。ここが今日泊まるユルト村みたいな感じかな。この一つ一つが伝統的な建物ユルトみたいですね。あとこっちにはトイレもあります。で1台しかないけど2台あるか。まあちょっと心もとないけど水道もあるみたいです。晩ご飯はあの辺りで食べんのかな。すげえな。マジこれ砂漠のど真ん中ですよ。さっきガイドさんに聞いた話なんですけど、車はトヨタ車めちゃくちゃ好きみたいです。道路を見てみると確かにトヨタ車めっちゃありましたね。トヨタはトルクメニスタン人のために車を作っているというくらい、トヨタの車が大好きっていうことでした。こんな感じですね。ベッドが2台と、蚊や虫除けですね。でデスクとなんか飾りもつけていただいてました。ベッドはかなり清潔ですね。でスリッパも用意してくれてるみたいです。よし、じゃあ晩ご飯行きましょう。辺りもすっかり夜になって晩ご飯の時間がやってきました。今日は何が食べられるんでしょうかね。昼のマンティーショルパもめちゃくちゃ美味しかったから期待です。晩ご飯はバーベキューみたいです。うわめちゃくちゃ美味しそう。今日の晩ご飯なんか、いつもの生野菜と、これは人参とあとなんだかこれ春雨みたいなやつかな、サラダと、これから野菜のスープとプロフ、肉の入ってないプロフとあとバーベキュー、シャシリクですかね、出てくるみたいです。いただきましょう。壺に入ったスープだってめちゃくちゃ美味しそうだぞ。 Thank you サグボー。いただきます。美味しそうなスープ、野菜のスープって言ってましたね。
トマトベースのミネストローネみたいな感じかな。めちゃ美味しいです。さっぱり。なんだとハリネズミがいるぞめちゃくちゃ可愛いね。サルーン可愛らしい。ちょっと怯えちゃったか、ごめんね。こっちは猫の集会ですね。プロフ、これはお肉が入ってないプロフと、あとバーベキューですね。美味しそう。このバーベキューが焼きたてです。急いで食べましょう。プロフのお肉入ってない分ちょっと薄味だけどいいね。来たぞ、メインのお肉です。そうそう、このムッチムチのお肉が美味しいんだよね。サラダも食べましょう。まあサラダはサラダですね。美味しい。ちょっと辛いかも。ちがちこれ顎壊れちゃうよ。ちょっとこれはきついぞ。一かけらはいただきましょう。デザートはメロンいただきました。なんかこの国メロン5種類くらいあるって言ったかな。なんか結構ね、見た目からしてシャッキシャキのキュウリみたいな感じ。甘くないやつかもしれません。でも甘さ控えめでシャクッとしてて美味しいですね。これまさかの地獄の門でコカ・コーラに出会いました。1リットルでけいただきます。最高。これでもウズベキスタンと同じ感じだね。炭酸強め、甘み少なめ。ごちそうさまでした。ご飯めちゃくちゃ美味しかったですね。夜寝る前にもう一回地獄の門行きましょう。もうここからでも見える、もう赤々と輝いてますね。やべえ、街灯つかない、真っ暗になっちゃった今日の晩ご飯美味しかったですね。野菜のスープめちゃくちゃ気に入って、おかわりもあるよって言われたんでスープさらにいただいちゃいました。ごちそうさまでした。いやー、これビデオには多分映ってないんですけど、めちゃくちゃ星が綺麗です。思ったより歩いたのは15分くらい歩いた気がするけど、地獄の門到着です。うわー、すっごい。いや、この輝き見えます？うわうわうわ、あれ昼よりなんかよく燃えてる気がする。やっぱ昼よりなんか炎の輝きがよく見えますね。相変わらず熱気がすげえわ。地獄の入り口へようこそ。いや、トルクメニスタンの国境から車で10時間、なかなかに長い旅でしたけども、来てよかったですね。このガスはいつまで出続けてるかわからないということだったので、どうしても見たいという方は早めに計画した方がいいかもしれません。それではギージャン・ラーハット・ボルスン。この炎が5年間も燃え続けてるなんてすごい話ですよね。まさに地獄の門だ。サルーンミロクです。今私は砂漠のど真ん中にいます。朝食の前に地獄の門もう一回見に行きましょう。夜とは全然風を通しませんので、逆に暑いくらいでした。寝る時は暑かったんですが、明け方は少し涼しい。ワンコも地獄の門を見に行くみたいです。やっぱり夜の方が迫力はあるかな。今は風が止んでとても静かなんで、炎が燃えるゴーゴーとした音がよく聞こえます。今日も元気に燃えてますね。はい、止まってるユリとの朝食いただけるみたいです。これめちゃくちゃ甘い香りして美味しそう。これ食べよう。あとヨーグルトとチーズか、なんだろうこれ、春巻きみたいな、クレープみたいな。これも食べてみましょうか。いただきました。紅茶となんかアップルジュースみたいなやつ、この甘いケーキ、ヨーグルト、なんか春巻きみたいなやついただきます。あとなんか今卵焼いてくださってます。ちょうど日の出ですね。今6時半くらい。めっちゃぬる。いただきます。中はとろっとしてますね。ちょうどいい焼き加減。いただきます。
油の味半分くらい油張ってあって揚げ物するかのごとく生卵投入してましたからね。さすがに油の味ですね。この春巻きみたいなやつじゃがいもかな、マッシュポテトみたいなのが入ってて美味しいです。ごちそうさまでした。なかなか面白い朝食でしたね。油の卵は初めて食べました。さようなら地獄の門、またね。おお、なんかすごい大きなホテルに連れてきてもらいました。昼食はここで取るみたいです。めちゃくちゃ高級ホテルじゃないこれ。いいのかな。キャベツのサラダらしいですね。キャベツのサラダとあとポテトでも揚げてあるサラダなのかな。美味しそう。スープきました。スープ大体美味しいですから期待ですね。ピーマンの肉詰めみたいな感じか。おお、美味しそう。いただきます。スープいただきます。わあ、美味しい。肉、ライスも入ってるね。美味しそうなチキンとフライドポテトも来ました。なんかプリプリで美味しい。相変わらず毎回食事が大ボリュームですね。なんか見た目的にはそんなに多くないんですけど、結構脂っこいのかな。なんかね、すごい苦しくなります美味しかったです。ごちそうさまでした。娘さんが日本文化好きということで、らしいです。ドライバーさんのローマさんです。サクボールローマン。サクボール、Welcome。Thank you。ありがとうございます。ありがとうございます。バイ。ようやくウズベキスタン入国できました。なんか出国は一瞬だったんですけど、入国のところなんか人数全然いないのにカウンター2つしかなくて、1人マジで10分くらいかかってましたんで2時間かかった。ショボットかな。よし、国境から1時間くらいでウルゲンチの鉄道駅着きました。ここから、また夜行列車で、タシケントまで戻ります。夜行列車今度は14時間だって昨日のユルトのベッドがめちゃくちゃ硬くて、もう体バキバキです。そろそろチェックインの時間です。ここから明日の朝にかけてタシケントに向かいます。さあ電車が来るぞ。列車来たっぽいですね。これ乗りましょう。日差しめっちゃ強いな。駅の待合所でかすぎないこれ。お、列車が来ました。今回も毎度おなじみウズベキスタン鉄道に乗るんですけども、個室を取りました。個室ちょっと高いんですけど、まあ14時間明日の朝までかかりますんで、ちょっとリラックスできるところにしました。Thank you。よし、ここだ。17号室。あ、ここが17号室だ。こんな感じです。めっちゃ良くないですか。シーツとかテーブルもしっかりありますね。お水ももらえるみたいですね。あれ、もしかしてこれエアコンついてますかね。うわ、なんだこれ、どこまで下がるの。冷蔵庫になっちゃう。あ、5度までいけます。冷蔵庫。お手洗いもありますね。あ、お手洗いはさっきと前回と同じですね。綺麗な感じ。めちゃくちゃ快適じゃん。エアコンついてないと思ってたからよかった。今かなり暑いんでね。めちゃくちゃ世界の車窓から的な風景が続いてます。こんな感じで綺麗なシーツも、支給されますんで、自分で作ります。でコンセントも USB タイプ AC と普通の日本のコンセントも使えるやつ、ついてましたんでめちゃくちゃ快適です。身長180センチちょっとある私でも足を伸ばして寝ることができます。結構幅広いですね。それでは皆様、ハイルリテン。晩ご飯パンとか買ってないんですけど、トルクメニスタンで買った1ドルのポテトチップスと、あと地獄の門の今朝の朝食で食べれなくてもらってきたケーキがあります。
あれ塩を買ったつもりだけどなんかのり塩みたいな感じだ。あ、ちょっとこういうパクチーネギみたいな風味が入ってんのかな。まあいずれにしても味はないです。もう結構しっとりしてて美味しいです。これは普通のパウンドケーキっちゃパウンドケーキ。わあ、なんかプラムみたいの食べたいな。どうしよう。いただきます。ジャブジャブしてんのあれ油ですからね。やばすぎ。こちらのマジックシティなんと入場は無料です。これまんまあれじゃん。あんま冷えてないけど最高。